今回はフィリピンからの外国人技能実習生8名が在籍する株式会社流通小川社長様にインタビューをさせていただきました。ご採用されている外国人技能実習生について小川社長にお話しいただいたテーマは3つです。1つ目は日本語教育について、2つ目はジョブローテーションについて、3つ目は TS 満足度日本一を目指すという取り組みについてのお話でありました。では、小川所長のインタビューをご覧ください。やっぱりその話す言葉、コミュニケーションはすごく大切じゃないですか。それでやっぱり日本語が難しいで読み書きをしてほしいで、僕のね中で僕も英語を覚えていく中で結構簡単な最初の段階では小学校 1,2 年生の子ってきっと大人と普通に話ができるはずなんですよね。でもじゃあ小学校 1,2 年生の国語難しいかって言ったらそんなに僕たちにとっては難しくなくて漢字も少ない。じゃあまずそこのレベル、小学校3年生ぐらいまでのレベルまで行きゃいいだろうっていうふうにまず思ったんで、小学校1年生の 6歳、もう彼らいい大人ですかね、20歳超えた、上はもう30超えてるんで、これ6歳がやる勉強の教材ですよっていうことを教えて、6歳だよっつって非常に簡単ですと。僕の一番下の子は6歳なんで、その子がやるドリルと一緒ですって話をして、勉強しなさいっていうことを話してあげて、で、全員に配って、できたら、お給料の方を僕は上げてあげるよっていうご褒美をつけながらやってます。やっぱり日本語のレベルのね上がり方が思ってたよりも緩やかだったんですよね。覚える子はガンガン覚えますけど、でうち朝礼で職場の教養っていう本を読むんですけど、あれにもひらがな全部ルビ振ってあるんで必ず読めるっていうふうに思ってるんで、彼らにも職場の教養の前でリーダーで読ませるんですよ。で実際にそのことについてのコメントを言うんですよね。でもし言いにくかったりしたら英語でもいいから言えって、で俺が翻訳してやるって話をして、何言ってるか分かんない部分に関しては僕も質問をして、今なんて言ったのってで英語で聞いてもらってみんなにこういうふうに言ってましたっていうことを伝えてあげるんですけど、なるほどねって、みんなもそういうふうにこいつ読めるようになったななんていうふうになったり、初めて朝礼で前に読むとやっぱりすごく緊張するんですよ。前々からすごく練習をしてきて読むんですけど、なんとか読み切って、自分の一言コメントを言った時に自然と朝礼で拍手が湧いたんですね。わーっつってみんなよくやったっつって、俺頑張ったなっつって肩叩いたりとか、やっぱそういうコミュニケーションがね生まれてきたのがすごく良くて、研修生入れて何が良かったかっていうと、彼らは日本語がわからない、社員は英語がわからない、共通語の英語がわからない、要はお互いわからない言語同士のものがうまく会社でやっていけるのかっていう不安がすごくあったんですよ。なんだけどもお互いがやっぱり歩めるんですね。なんとか分かり合おうって片言同士のコミュニケーションを取るようになったので、今まで意外と物静かだった子がものすごいコミュニケーション能力が高いことが分かったり、会社全体のコミュニケーション能力がガーンと上がったんですよね。だからすごい風通しが良くなったというか、コミュニケーションがやっぱり増えるようになると、やっぱり団結力とか社員の社風がぐんと良くなったって、これが一番の影響が大きく肌で感じているところでしたね。だから他のお客さんもなんか流通明るくなったねっていうふうに言ってくれましたし、ありがとうございますって、研修生入れてこういう効果が出たんですよね。みんなも分かんないけどガンガン日本語で説明してるんだけど研修生の人が分かってるとかっていうケースもすごくありますし、逆にフィリピン語を覚えたいっていう日本人のね社員さんも出てきてくれたりだとかとして、やっぱりお互いが歩み寄って一緒にやっていこうよっていうのがすごく生まれたのが良かったなって思ってます。クラシック音楽のコンサートに行ったことがあります。皆さんもそういった音楽をされているのではないかと。一つ目のテーマである日本語教育、そしてコミュニケーションについてのポイントは、
まず、経営者である小川社長自ら実習生の教育へ関わり、小学校4年生レベルという到達目標を定めた上で、継続的かつ体系的な日本語教育を社内で実践されているという点であります。また、技能実習生を採用した効果として、社員同士のコミュニケーションが向上し、会社全体のコミュニケーション力がアップした結果、お客様から評価をいただいているという点については注目すべき点でありました。では、引き続きインタビューをご覧ください。でうちは幸いなことに、乗用車部門、あとは大型商用車の、トラック部門、あとは板金部門があるということで、彼らと事前にいろいろ話したところ、やっぱり彼らがそれぞれ研修が終わった後に、もちろん最初はお金を稼ぐっていうことも大きな目的の一つなんですけども、ゆくゆくは自分の会社を経営してみたいっていう方たちがすごく多くて、もちろん面接の段階でそういう子たちばっかり僕は選んだんですけど、やっぱり夢を叶えるっていう目標がある子たちってやっぱり仕事に対するモチベーションが全然違うんですよ。で俺らはお前らがこういうふうにやりたいっていうのは分かってるよであれば、その夢を叶える僕はお手伝い、役に立ちたい、それが僕の方の仕事だと思っている。じゃあどんな会社やりたいのかイメージしてごらん、こういうことやってみたい、じゃあうちの会社それ全部教えてあげることができるからどんどん勉強して学んでいきなさいということでお話をしました。なので最初の分け方は、適当というか ある程度の分け方考えて、一緒に面接行った常務とね、まずは4人でしたから2人に分けましたけど、次もう2人来るよって言った時にミックスしようよと。じゃあ大型習ってる子も乗用車勉強しなさい、乗用車勉強してる子も大型勉強しなさいということでミックスをして、半年から1年ぐらいずつ、ポジションを変えることによって、新しい新鮮な気持ちで職場に入ることもできますし、車ってものすごく裾野が広いので乗用車も直せる、大型も直せるということは君が自分で立ち上げた時に大きな能力となる、方になるんじゃないかって話をさせてもらってて、いろいろミックスをさせてもらってやらせてもらっています。二つ目のテーマである、ジョブローテーションによる技術・技能の移転という考え方は、技能実習制度本来の目的にまさに合致しています。実習生の夢を実現させるためのジョブローテーションということによって、単に労働力としてではなく、技能実習生を会社の一員として待遇していることがお分かりいただけたと思います。また、将来の夢を持っていることが、技能実習生採用の基準とされていることについては、大変参考になりました。では、最後のテーマについてもご覧ください。せっかく今回研修生を受け入れるよと、さっき言ったように、ブラック企業のような形で、奴隷のような扱いをされている研修生のニュースを見聞きすることがあると。じゃあ実際にうちが研修生を受け入れるときにどういうふうになったらいいだろうかって思ったときに、もともと北海道って他県から開拓で入ってきてるところのお土地柄もあるので、非常にウェルカム精神というか、よく来たねと、もう北海道のこと大好きになって帰ってね、好きです札幌って言ってくださいみたいな感じになるところがあって、うまいものもあるし、四季もはっきりしているし、本当に人々が温かいし、すごくいいところがたくさんある。ぜひそういうことの利点を伝えたい。で、せっかく流通に来てくれたんだったら、流通っていい会社だなと思って帰ってもらいたい。もう二度とあそこ外れの会社だから行きたくないわっていう会社にはなりたくないっていう思いからいろいろ考えていってですね、じゃあどうしたらいいかなって言った時に、そのトレーナーズサティスファクションっていう、TS って僕は自分で考えてたんですけど、研修生満足度ですね。研修生満足度日本一目指そうということを決めて、じゃあどういうふうにしたら研修生がこの会社いいねと思ってくれるかって、やっぱり
まずは長くいる間3年間ね母国から離れていろんなことをこう挑戦する3年間になると思うので、その3年間の間、いやー流通に来てよかった、何回思ってもらえるか、また流通に来たいなと何人に思ってもらえるか、そのことについていろいろなことができたらきっと彼らにも伝わるだろうなと思うし、それは将来うちの会社の未来につながっていくっていうことに僕は分かったので、先ほど言った仕事以外の面、プライベートの私生活の部分でも、花が咲いたら桜の時期ね、北海道1ヶ月遅いんですけど、ちょっと行けるやついるか、花見行くぞっつって花見に行って、でお花見をしたり、あとは彼らなかなか裸で温泉入ることもないんですよね。だから温泉行くぞっつって温泉連れてったら、やっぱりみんなシャイでこう恥ずかしがりながら脱ぐんですけど、女もすっぽんぽんで入ってこいやっつってみんなでちょっとこう嬉しい恥ずかしの経験をしつつね、結構みんな向こう漫画が好きなんで、露天風呂で雪降ってる時に連れてってあげたりだとか、そのザッツジャパニーズな、習慣だとかもいろいろ経験させてあげたりすることもできるし、もちろん働き方だとか残業代もしっかりだとか、もうコンプライアンス的に当たり前のことはもちろん全部守りますけど、いかに、うちの会社札幌、北海道、日本が好きになってくれるかということを広めていくことは、きっと母国にいる友達とか友人、知人、ご家族にも必ず伝わってるし、行ってよかったねって、お兄ちゃんすごいねっていうふうに言ってもらえれば、彼らの幸せにつながっていくだろうなっていうふうに思っている。僕はその TS っていう研修生満足度っていうことをすごく意識をしながらやってます。その分なんで研修生だけなのっていうふうに言われないように、日本人のことも気遣うことができるようになったっていうのは、またそれプラスでもらっていいポイントでしたね。3つ目のテーマである TS 満足度日本一を目指すという経歴企業様の心構えのお話からは、会社ののみならず自らの地域を好きになってもらいたいというウェルカムの精神にあふれていました。今回の取材を通じて株式会社流通様では技能実習生と極めて良好な関係を築いていることが分かりました。技能実習制度において株式会社流通様の取り組みは受け入れ企業様としてお手本と言える取り組みであり、制度の適正かつ有効な運用にぜひ参考にいただければというふうに感じました。今回のインタビューは以上になります。